皆さん、こんにちは。今日は先日発表されたパンサーレイクの概要と性能についてお話しします。パンサーレイクは次世代のノート向け CPU で、メインの CPU タイルは新しいインテル 18A で製造されます。今回の発表もアリゾナのインテル 18A の工場のお披露目会で合わせて発表されています。パンサーレイクはルナーレイクとアローレイクの両方の後継になり、タイル数は両者の中間の3つになります。設計的にはルナーレイクをもとにアローレイク並みに大型化できるよう発展させたものといえます。パンサーレイクには大型 CPU に大型 GPU の組み合わせ、大型 CPU と小型 GPU の組み合わせ、小型 CPU と小型 GPU の3つのバリアントがあります。この内前の2つはアローレイク H の後継です。大型 GPU 搭載製品は PCIe のレーン数が少なく、内蔵 GPU が前提になります。大型 CPU と小型 GPU の組み合わせは NVIDIA の GPU をつける場合やビジネス機で採用されると思われます。小型 CPU 搭載製品はウルトラモバイルからバリュー機での採用になるでしょう。また細かい型番の噂も出ており、大型 GPU 搭載品はコアウルトラ X となるようです。今回は CPU タイル、GPU タイル、IO タイルのいずれも2つのバリエーションがあります。タイル化がいよいよ面目躍如という感じがします。では性能を見ていきましょう。まず CPU です。基本的な体感を決めるシングル性能は最大で 10% 伸び、グラフを読む限り動電力性能は 12% 程度伸びているようです。アーキテクチャの若干の改善でクロック当たり性能が5から 10% 程度伸びたほか、クロックの若干の向上があると思われます。競合製品と比較した場合、ラプターレイク、メテオレイク、ストリックスポイントあたりと比べて2割増し程度になるでしょう。マルチ性能はP コアの数が6から4に減ったものの、アローレイクでは戦力外だった LPE コアが戦力化されており、コアごとの性能向上も合わせて全体的には性能が向上しているようです。大型 CPU 製品ではアローレイクに比べ同電力で 15% 程度の向上とされています。ラプターレイクと比べると同じ電力なら2倍となります。ストリックスポイントとの関係は 45W 以下ならパンサーレイクに、それ以上ならストリックスポイントに軍配が上がるでしょう。 CPU 性能をトータルで見た場合、比較的順当に一世代分進歩していると言えるでしょう。 TSMC N3 に比べても同一電力性能が5から 10% 程度伸びたと推定され、インテル 18A が2ナノ級だというアピールとしては受けるのではないでしょうか。次に GPU です。こちらはコア数が 1.5 倍に増えた大型版と半減した小型版があります。製造はインテル3とも TSMC N3 とも言われ、基本的には前の世代と同程度になります。X3 に更新されたように見えますが、実は内部バージョン的にバトル明治世代でかなり面倒くさいブランディングになっていることが今回発表されました。プレゼンでは大型 GPU の性能のみ紹介されています。グラフから読み取れる向上はシンプルで、ルナーレイクに比べ 1.5 倍の電力を使うと 1.5 倍の性能が出るということが基本になります。同じ電力なら 1.2 倍の性能、最大クロックまで回すと2倍の電力で 1.7 倍の性能が出るようです。ルナーレイクと同じ電力で実ゲーム FPS を比較すると、通算平均が 10% 向上、ゴマ落ちしている最悪時に 25% 程度の改善となったと主張されています。ゴマ落ち時は GPU 計算がボトルネックになっていると考えれば、同じ電力で 20% の性能向上という数字は信じても良さそうです。小型 GPU は大型 GPU の性能、電力ともに3分の1にスケールしたものと考えて問題ありません。ここから性能を推測すると、最大クロックの時、ルナーレイクの8コアに比べ 67% の電力で 57% の性能が出せるということになります。最大性能だけ見るとメテオレイク U やアローレイク U に搭載されていた4コア GPU とほぼ同じで、ラプターレイクの 96EU の 1.3 倍程度の性能であり、それが最大時でも 20W 前後に収まるようになったという程度に落ち着くでしょう。この性能を他の GPU と比べてみましょう。小型の4コア GPU はゲームには不十分でしょうが、 4K モニターを複数つないでも問題ない程度の性能です。
大型の12コア GPU は 35W で RTX3050 を超え、50W で少し前のミドルローである RTX2060 なストリックスポイントの2倍の性能を示すという計算になっています。ギリギリながらエントリーゲーミングが名乗れそうな性能に思えます。ライゼン AI Max シリーズと比べると性能は半分程度に落ちますが、消費電力は3分の1から半分に収まっています。あちらは特殊なメモリー構成も必要で特化した作りですが、パンサーレイクは普通の内蔵 GPU の範疇に収まっていると言えるでしょう。またルナーレイクを基本とする内部ファブリックに変えて強化されたキャッシュ制御も採用されているため、メテオレイクやアローレイクで見られた性能低下はないと思われます。NPU は性能はルナーレイクと同じですが、アローレイクと比べるとコパイロットに対応になっています。実装面積 40% 以上も減少し、最適化が進んでいることが見て取れます。また特定の計算で効率化が進んでいます。最後に電池持ちです。CPU ではルナーレイクに比べて高速化して処理時間短縮、アローレイクに比べて最大クロックでの消費電力が減っているので、一定の改善が期待できます。発表会では動画再生時やアイドル時、ディスクアクセス時の消費電力がアローレイクはもちろんルナーレイクに比べても低下していると主張されています。しかしこの辺りは実機を触らないとわからないので、程度は何とも言えないところです。最後にパンサーレイクの性能からインテル 18A の素性を探ってみましょう。シングルスレッド性能を見ると同一消費電力でおおむね 12% 高い性能であり、クロックあたり性能の向上を加味しても5から 10% 程度の性能向上があると言えるでしょう。インテル 18A は名目通り TSMC の3ナノより性能が高く、2ナノを名乗るにふさわしいものであるように見えます。噂になっている型番リストのコアの無効化割合を見ると SKU ごとのコアの無効化割合は今までの世代と変わりません。つまり十分なぶどまりが担保できたのだと思われます。最大クロックが期待に比べ低めだと思っていたのですが、おそらくぶどまりを優先して低めにつけているのだと思われます。面積的なスケーリングに関してはルナーレイクのパーツごとの面積と比べてみると TSMC N3 とほぼ同程度で、この点が唯一遅れをとっているところになるでしょう。インテル 18A は目標通りの性能とぶどまりをすでに達成したと見ていいでしょう。また TSMC の3ナノに比べると電気的な性能は一世代分よく、面積は同程度ということで完全に一世代抜け出したというわけではないですが、一応2ナノ級は名乗って良さそうです。 TSMC の N2 との比較も楽しみなところです。